ございます。おはようございます。何されてるんですか？ちょっと秘密の扉を開けようかと。あ、開けたし。開けた。これでオープン。ここではい。クマ出没情報。親子3頭。怖っ。じゃあ入ります。よいしょ。説明してください。何ですかそれは。はい。今日は10人限定で入れる鍵の抽選に当たったんですね。だから入れます。で、一番乗りです。一番乗り。よし、するぜ。なかなかの林道ですね。なかなかですね。タウシュ別林道走破動画ってだけでもね、めっちゃ回ってたりするよね。なんかたまにあるじゃん、林道ただ走ってるだけの動画、なのに何万も回ってたさ。はい、おはようございます。ぬかびら湖3日目ですね。3日目だけどもう何本釣りは5本ぐらいやったんで、今日はこれ6本目です。で今日はさっきね鍵開けたように、タウシュ別川に架かる橋、明治時代の橋ですね。もうあと数年で崩壊して崩れてしまうんじゃないかと言われている非常に貴重なねゴールデンカムイのお話の頃の、北海道開拓時代のね名残、林道の鍵を、借りることができたので、それで入ってきて、普段ねほとんどの人は来れないんで魚も多いんじゃないかと、分かりませんが、そんな夢を持ってやってきましたということで、2、3時間かな。意外と、鍵の借りた場所から、返す場所まで1時間半ぐらいかかりますね、片道で。9時に借りて4時半までに返さないといけないんで、ここを3時に出ないと返せないから、もう10時11時ぐらいですかね。だから10時半ですね。4時間あればなんか楽しい釣りできるんじゃないかなと思います。秋いよいよ深まって、朝の最低気温はね、このぬかびら湖周辺は1度とか、それぐらいもう氷点下ギリギリまで冷え込むぐらいね、冷え込んできてますんで、トラウト系だといよいよハイシーズンなのかな。熊だけ気をつけてね。こっちでいいんだろうか。なる、ちょっと違うかもよ。川渡らないじゃん。なんか橋見える？あ、本当？じゃあそこだ。この下に橋がある。ちょっと待って。30分歩きました。川渡んのに。さあ、タウシュ別橋が見えてきた。タウシュ別橋、ぬかびら湖。ボイルしてた。いやー、着いたね。この度ハイライト。めっちゃ苦労しましたね。30分歩いたかな。さあ、もうちょい後半で拠点作りましょう。着いた。いやー、よかった。あ、橋真正面だとしょぼ。よし。いや、釣れそうじゃん。ていうか、そこにでかい魚が泳いでる。スカイクールダウンね。はい、ぬかびら湖ゲームです。はい、よろしく。すごいやる気じゃねえか。すごいやる気じゃねえか。すげえ。クマはいないね。タングステンのホルテン 30g ですね。ちょっと風強いんでボトムを取りやすく。浅い浅い。お、食った食った食った。1投目どうだサイズは。
でもやっぱ浅瀬に入ってるよ。そんな大きなサイズじゃないな。あの程度か。1投目ニジマスです。天然いけすに。あ、違う。ブラウン？あ、ブラウンだ、ブラウン。ブラウン。やったー。しかもプリプリじゃないですか。プリプリだね。プリプリのブラウン。やったー。すごい。ブラウントラウトでした。ブラウントラウト。1投目でしたね。楽しい。幸先よくぬかびらこアメマス続かないね。ガンガン来るかと思ったけど、いいですね。なんかね、1回は来たいこのロケーション。メタルジグ遠投して沈めずに巻いてくる感じですかね。がかりそうだけど、ちょっと波の立ち方が変なとこは絶対下にスタンプがありますよね。今3時だからあと1時間。今日はですね、今日朝4時起きで1本後半この右側の方でやって、次に川をね4キロやりましたね。これは公式動画の方で、ブルブルの公式動画の方で本流トラウトビッグゲームって感じで紹介されますんで、それもぜひ見てください。第2部アメマスかな、ニジマスぬかびらこチャレンジ第2部スタートですね。少し風が弱まって、それにしても浅いな。ここはシャルダスがいいのかもしれない。あ、食ったちょっとこれもちっちゃいニジマスかな。うい、外れた。ニジマスっぽかったですね。いや楽しい。明日もあるんで、明日が一番楽しみなんですよ。明日の釣りがね楽しみすぎる。ああ、それウグイ、ウグイだ。ニジマスも釣れた。TG にしたら釣れました。なんだろう、 TG の方がいいのかね。今日はシレットがちっちゃくなるからいい景色だ。いやお疲れ様でした。さあ熊出る前に帰りましょう。なるさ、昨日の訓練の成果を見て捨ててほしいんですけど、熊スプレー、今右腰についてるじゃないですか。何秒でいけるんですか。まあ3秒ぐらい、ね、3秒ぐらいいけますか。いけますよ。熊だって言ってくれたら。はい、熊だ。早っ。ちょっと待って、危ない。なんかそういう特殊部隊にいたんですか、過去。まあちょっと言言えないところで訓練を重ねてきた。そうです。任してください。じゃあ俺熊来たらナルの後ろに隠れるわ。大丈夫です。守ります。さあ釣りますぞ。カメラマンの人もいっぱい来るから、こういうなんかこう構えてんじゃなくて、こうカメラ下ろしてぼーっとしてたら、もしかして邪魔ですかっていう。釣れたら撮ってくださいって言って望遠で、こんな写真はないですよって言って。そうだね。竿曲がってたら絵になるもんな。さあ何しようかな。30g ぐらいでいってみるかな。ホルテン30いってみようかな。 TG の TG30g でいきます。まずは軽めにねピー濡らして10メーターぐらい。そんな水位が上がったんだ。まず10メーターぐらいだね。もう食った。もう当たってる。すごいな。今日は本気で釣ります。多分釣り負けるんでいつも本気なんですけど、ちょっとせっかくなんでタウシュ別橋見に行きたいですね。もう最後だと思うんだよな。こんな初めてだし最後だし、ここに来れんのも。皆さんゴールデンカムイ 見ましたか。アニメね、最高でしたね。おおすげえ。はい、どうでしょう。これがタウシュ別側橋脚。すげえ。帰りここ渡ってったらめっちゃ楽なんですけど、もう崩壊寸前だから絶対乗ってはいけませんということでした。
釣り人的には橋脚打ちですよ。まあ一応あんまり牙はあれだ。あ、ロープとかいろいろありそう。案の定下にロープ入ってます。やめとこう。夏っていうか初夏は全然水ない写真もいっぱいあって、下くぐれるというか皆さん歩いてるんですよね、河原を。その時が一番いいのかな。いやもう相当崩れてますね。なんか何番目かが今年とうとう落ちちゃって繋がってないってホームページに書いてあったな。6個目って言ってたから、あっちのどっちかから6個目か分かんないけど、いやー素晴らしい建造物。よかった、こう見に行きたかったんで、あとは釣るだけ。ちょっと写真家の方が来て一人来たんで裏側に行きましょう。なんかこのぬかびら湖はね、結構でかいアメマス、それこそ70、80近いのも普通にいるそうですね。でやっぱでかいルアーだと食うらしいんで、この野郎とかも持ってきたんですけど、残念ながらなんかちょっとそれを試してみる状況にもないというか、とても出なさそうな感じで、ちょっとだけブロイン140とか165で、ちょっとじゃないな、まあまあ投げて、その辺で反応取れたらでかくしてこうかななんて思ったんですけど、それこそ一部の人たちはビッグベイトですね、20センチ以上のビッグベイトとかでこういったところでどでかいのをね狙って、そうするともう1日1バイトとかなんでしょうけど、でかいのが食うっていう。でもやっぱでかいのはメタルジグとかなかなか食わないっていうのは、それはシーバスと一緒なんで十分あるなと思って、北海道のトラウトゲームもロマンがある時代になってきたんじゃないかなってなんか思ってます。すごいな、ここにね昔 SL が走ってたんですよ、機関車が、蒸気機関車が。すごい時代ですよね。100年以上前ですからね。よいしょ、戻る。はい、ではちょっとブロイン 110S で岸際アメマス狙ってみましょう。釣れそう。ストラクチャーだらけ。食った、今食った。惜しい。アメマス食ってきたよ今。加えたな。いるねやっぱり。うわー残念。何にもないよ。何にもいない。ついてきた。おう牙に投げたら、食ったでもちっちゃでもじゃあこれはスレ、ウグイのスレです。ウグイの群れがいるのかな。いる泳いでる。鯉だ、でっかい鯉がいる。追ってきてる50ぐらいのが、うわー、いるけど食わせ。丁寧にダートさせて3回飛ばしてステイ入れてる方がいいって昨日北海道在住の山本飛龍君が言ってましたね。食った。割れた。いた。やっぱ木の下にいたんじゃないかな今。エビって帰って、うわ4、50センチありましたね一瞬。アメマスの飴色、透明感ある茶色が見えましたね。あそこ木があるんですね多分。それで下から出てきたのかな。そうですよね、結局そういうストラクチャーにアメマスがついてるなら、じゃあどこについてそうっつったらこれですよ。これについてる可能性がありますよね。ちょっと引っ掛けないようにめちゃくちゃ気をつけて。結構ね出てくるんで、そんなタイトじゃなくても 2,3 メーター横で誘ってたら、今当たったな多分。追ってる。うわー
てかめちゃくちゃいる。めちゃくちゃいる。ワンバイト。タウシュベツ橋の近くで釣りしてみたいって思って憧れてきましたけど、まさかタウシュベツ橋についてる魚を釣るとは思わなかった。反応しろ反応しろ。まあそりゃいますよ。10メーター下までね構造物があるわけですから。ワンチェイス、いた、入れる。40なんだろう、食わせきれてない。あそこでなるみちゃんファイトしてんじゃないか。かけてるすごいタイガーかけてる。やったじゃん。ボイルしたとこ打ってきますなんて言ってたんで、ボイルした魚取ったんじゃないかな。でもなんかすごいファイトになってるぞ。ランディングする場所がないのかな。取ったそう先越された。よし、あれまくった。よっしゃすげえなブロイン。もしかしてこれはでも違うちゃんと2時さくらどっちだ。サクラマスちっちゃいけど嬉しい。危ね。昨日動画でブラウントラウトかもとか言ってたんですけど、ケンさんに写真送ったらサクラマスだよっつって、ランドロックサクラマスかっこいい。よいしょ。はい、逃がします。ありがとうな。サクラマスすげえ。一瞬でいっちゃった。よいしょ。とりあえず1匹目同時ヒットということで、まだ向こうほらなんか蘇生してるか写真撮ってるかなんで同時ヒットです。2回トゥイッチだったかな、3回ぐらいトゥイッチしてたかな、3、4回トゥイッチのちょんステイちょんゴンみたいな感じでしたね多分。追ってきてる。残念。食ったよし雨だ。よっしゃいた。どこうわやば楽しい。どこランディング場所ない。よっしゃ釣れた。ワンバイトありましたね。その食う直前に同じ魚か群れか分かんないけど嬉しい。ブロインのジャーキング嬉しすぎる一本。アメマスです。いやー嬉しい一本ジャーキング釣れました。いやーしびれる一本でした。さあ逃がします。いやーいいですね。まあ42、3センチってとこじゃないですかね。よしバイバイ。うい危ねえ、落ちるかと。出た。やば楽しい。まさかのタウシュベツ橋の真横で、ここね大きな R になってるんで、この僕の足場が岬ですよね。水中から見たら90度角になってる場所だから魚ついてたんでしょうね。前当たりあってで乗らなかったんで同じペースでしゃくってたら食いましたね。湖の魚ですから回遊もするから。さあ続いてもう橋脚には絶対引っかかんないように投げてます。絶対引っかかんないように投げてもうこれにルアー引っ掛けたらね、もうルアーマン代表して日本国民の皆さんに詫びないといけないんで、もう何があっても引っかかんない自分の実力の安全面を全部取って投げてます。いやでも楽しいな。なんか今12時ですからね、真っ昼間に釣れるのが最高ですよね。日中トラウトゲームなんてなかなか難しいって北海道の人は言うけどね、誰もやんないから釣り場が空いてて活性高いのがいるのかもしれないし、それはこのタウシュベツ橋サイドめったに釣り人が入らないこっち側だからなのかもしれないし、わからないけれども、こんだけ当たりあったら楽しいですね。
まだ2キャッチだけど、だけど今確実に左斜め前から風が当たって僕の前右にどんどん、表層だけなんですけど流れはね生まれてて、でも表層流れてるってことは必ず今度反対にも流れの向きも生まれてるはずなんで、水が動くっていうのは悪いことじゃないと。ジグより断然ジャーキングですね。最初ジグでやってたけどワンバイトあったぐらいで、やっぱりもっとでかいミノを持ってきた方が良かったのかもな。投げた先10メーターぐらいありますけど、下から浮いてくるんですかね。シーバスのジャーキングみたいに。ムカビラッコジャーキングゲームですよね。みんなやってんでしょうけど、トラウトですからね。サクラマスジャーキングですからね。反対側なるはまだやってますね。あとさっき1本取ったとこ。よし食った。バレだ。うわーいました。残念。突然ひったくるよな。楽しい。濁りの中だったら食いやすいかなと思ってちょっと今風表の濁りを打ってます。戻ってきた。なんか大きそうなの釣ってたね。ブラウン釣れた。多分ブラウン。サクラマスじゃなくて。サクラマスではなかった。じゃあでかかった。普通に昨日のアメマスでもアメマスかもしれない。でもすごい茶色かったんですよ。私ブラウン釣ったことないから。赤い点はあった？赤い点ない。あれ？でもぬかびらのブラウンは結構緑っぽいって。でもアメマスかも普通に。素晴らしいアメマスですよ。あら恥ずかしいブラウンとか言っちゃった。大丈夫。あと、なんと、イワナ。本当だ。すごくないですか？イワナだ。めちゃくちゃワイルドな顔のね、もう婚姻期入ってる。かっこいい。さすがですね。単バイトあってめっちゃでかいのが2バラ写真、対岸のとこの草むら写真撮ってたとこあるじゃないですか。あそこ絶対釣れるんで後で行きましょう。帰りあそこから帰るのが、もうあっこ多分やばいです。あっち側に投げたらめっちゃバイトあった、でももうキャッチできるとこがなさすぎて、でもあっこからやったら多分行きましょう。2人で行った方が帰りがけね。行きます。ご飯にする。もうそんな時間か。よし。やばい、めっちゃ嬉しい。何？見つけた。やばい。1月以来の1月以来の何ですかそれは。これは私が一番やらかした、今まで一番やらかしたと思ってた村岡さんのバイクとかが大量に置いてある倉庫の鍵をなくしたんです。もう泣きそうになりながらめっちゃ探して交番にも行って、それが今ここから出てきました。1月だからね、防寒着的な。よかった、嬉しい。よかった、人に高いバイクが取られないで。よかったですよね。まずずっと1ヶ月ぐらいずっとドキドキしながら。開ける時ね、すっからかんだったらやられたってパターンだもんね。よかった。じゃあ今私が回収してきますよ。よかったよかった。動画にも残したの。ありがとうございました。さよならだ、タウシュベツ。もうまた来ることがあるかどうか、それとも橋があるかどうかもわからない。ちょっとぬかびら湖楽しいからもう一回ぐらい来そうだけどな。ここら辺からやる？重かった。よいしょ。素晴らしい景色。藻がある。桃の際についてそうだ。意外と深い。入れそう。木がいっぱい。なんて綺麗な。なるほどね。ひじゅくんが言ってたんですけど、ちっちゃいミノだともうこんな落ち葉1枚拾ったら終わっちゃうけど、11センチぐらいだとフック1個ぐらいに葉っぱがね引っかかってても
負けないって言ってて、なるほどなっていう。秋の釣り、めちゃくちゃでかいアメマスがあそこで寝てんのか。もうついてきた、ついてきた、ついてきた。あ、もしかして釣った？あ、釣った。食った食った。おお、雨雨雨雨雨雨、よっしゃ、釣った、釣れた。びっくりした。ぼーっと考え事をしてました。釣れた、釣れたの？おう、ああ、いい魚だ。アメマスです。やっぱ産卵後で痩せてるんですね。アメマス、いいね。はい、ありがとう。よし、ああ、バイトいますね。よしよし、おお、いい引き、いい引き。さあ、なんだ、雨だ。くそばらした。元気な雨でした。欲しかった。いるいる、楽しい。ブローエンすごいね。ジャーキング、ちょんちょんつちょんちょんつ、飛牛くんメソッドですね。まあサクラマスメソッドですよね。ちょんちょんつってステ1回入れてね。両サイド草がボーボー生えてるんで、絶対この草のね中に隠れて、この水路は水が流れてますから、この辺めちゃくちゃ当たる。何がいるの？なんか固まってるんですかね。まあ、丸太沈んでるとかね。今も当たりました。よし、食った。ステイ大事。よし、雨だ。楽しい。雨マス。おお、いい雨マスだこれは。あ、雨マス、雨マスか。これは太い、産卵後なのか前なのか分かんないけど回復してますね。元気な。飛ぶ飛ぶ。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。うわ、これは今回の旅最大級だ。じゃーん。50ありそうな。じゃーん、きれい。状態抜群。タウシュ別バッグに。やばい、気持ちいい、最高。よかった、来て。ちょっと測ってないけど50センチは余裕でありそうな、いいアメマスです。元気になったかな。太いですね、背中も体幹もあって。タウシュ別のアメマスじゃな。いやー、最高っす。最高です。感無量って感じですね。こんな景色。今なんか団体さんがいらっしゃって人だらけですけど、さっきまで俺とナルシカ釣り人2人、多分半径何キロ、下手したら10キロぐらい釣り人2人だけだったんですけど、いやー、やばいわ。最高に楽しい。ジャーキングゲームっていうのがもうまた最高ですね。ちょんちょんゴンってくるんですよ。また食った。入れ食いじゃねえかよ。入れ食いでもないけど。よいしょ。またいい魚。やば、綺麗だな。綺麗だね。敵の黄金色に輝くアメマス。ナイトホーク頑張った。さっきと同じぐらいですね。
かっこいい。いいね、アメちゃん。ヒレピンのめちゃくちゃ美しい魚です。じゃあな。やばい。まだ出るよこれ。あ、終わってる。はい、じゃあ今回の動画はねこれで終わると思います。まあもうこの橋を見れることがまたあればいいけどないかもしれないし、崩れゆくタウシュベツ橋を見ながらのガビラコトラウトゲーム最高でした。最後ねなんかパターン見つけたというか、ブルーブルーで公式で山本飛龍君でこういったね湖のインレットおよび川の本流アメマスビッグゲームっていうのかな、そんな感じでプロインのねジャーキングで釣ってく公式動画撮ったんですけど、まさにねそのメソッドをそっくりやって、なかなかやみつきのある、釣ってくるサイズもでかいんでアベレージがね50センチぐらいだから、でこういう釣りの延長線上に60、70、80がね釣れるらしいんで、またいつかねやりたいと思います。めちゃくちゃ楽しみました。タウシュベツ楽しみましたしか言ってない。なんか感無量で言葉が出ない。なんかこんなとこに来られた嬉しさといい釣りできたっていうのと、はいってなことで今回の動画終わりたいと思います。この後はシーバスゲームかなばっかりかな。ボーンフィッシュもある。ちょっと今年は飛び回ってますが、また見てください。ありがとうございました。邪魔よトラホ邪魔よ。はサファリパークですよ。いね、楽しいですね。なんでしたっけこのドライブサファリみたいな、なんかありますよね。サファリパーク。これがサファリパークか。ガビラサファリパーク。楽しい。しかいないけど。クマは出てきてほしくないですけど。うん。自然豊かです。